こんにちは。こんにちは。島根県を出て、はい。兵庫県に入りました。鳥取は鳥取は通りました。鳥取ではな、もうほとんどの場所行ったことあったから、観光はせずに、お寿司だけ食べに行きました。回転寿司、北海道というお店があって、何店舗か鳥取県内にあるんですけど、割とよく鳥取に来たら行ってたお店なので、久しぶりに行ってきました。はい。鳥取なのに、北海道。鳥取やけど、なんか名前北海道やねんな。多分鳥取のなんかローカルチェーンみたいな感じだな。そう、鳥取にしかないと思う。でもめっちゃ美味しいねんな。そう。100円じゃなくてちょっと高めの回転寿司なんですけど、めちゃくちゃ美味しい。そこにだけ行きました。はい。そして今、兵庫県の北の方、豊岡市というところ。はい。ここには温泉を入りに行きました。はい。また温泉って感じやけど、有名な城崎温泉っていうのがあって、ここに来ました。はい。まあ、城崎温泉はな、二人とも来たことあんねんけど、もう私だいぶ前やわ。大学生の時やから、10年近く前かも。返事も一緒ぐらいです。10年ぐらい前かな。もうだからあんまり覚えてないね。楽しみやな。はい。それでは早速行ってきます。はい。駐車場に停めました。はい。なんか町営の駐車場が3つぐらいありまして、今はこの城崎温泉駅というところの近くの駐車場に停めました。はい。一応料金としては最初の30分は無料で、外湯を利用したら1時間未満無料になります。移行は30分ごとに100円。はい。城崎温泉は7つあんねんな。外湯が7つあって、入浴チケットというのを買えばこの7つの外湯を巡ることができます。はい。なので今日は外湯のチケットを買って湯巡り。やけどなんか3つぐらい今日閉まってんねんな。そう、1個はなんかもうずっと工事してて、そう、河野湯っていうのは多分今のところずっと閉まってるんですけど、であとこの5番と3番かは木曜、今日木曜なんで定休日かな。柳の湯と御所の湯が休みやから4つやな。今日は4つぐらい。せっかくやからな。4つ。しかも入り放題やから、1回ずつとかじゃなくてもいいらしい。同じとこに何回か入ってもいいし。ここが城崎温泉駅です。城崎とか言って城崎。駅前はこんな感じで。カニちゃうこれ。ほんまや、カニやな。やっぱ城崎といえばカニが有名やねんな。まあやっぱ冬やけどな、シーズンは。今シーズンじゃないから。とりあえず今駅にいるので、ちょっとお風呂1回入ろうかと思います。本当は一番近くが里の湯っていうところがここにあるんやけど、1時からやねんな。まだ空いてない。今12時半ぐらいやから、先にこっちにある地蔵湯、ここに行きたいと思います。だいたい全部700円か800円やねんけど、このゆめぱっていう外湯巡り券があって、これ大人1300円で入り放題ねんな、1日。だからもう2つ以上入るならお得って感じ。元取れんねんな、2つ入ったら。でこれは多分それぞれの外湯のとこで売ってるから、これを使って巡りたいと思います。だからこっちに行ってこっちに行くって感じです。平日やからかあんまり人はおらへんな。こんな感じで、城崎といえばやっぱ温泉街がな、有名というか、やっぱ外湯巡りができるっていうのがな、売りやな。城崎の温泉に泊まったら浴衣でこういうところを歩いたりできます。なんかレンタルもやってるみたいだけど。実はもう12時半ぐらいなんですけど、本当は朝から来ようと思っててな。そう、朝一からな、来ろうと思ってたんですけど、走ってる時になんかあれバイパス高速無料区間やけど高速みたいなとこ走ってて、横へ走ってる車がな、窓開けてこう、運転手の方がなんかこう合図してくれてて、窓開けたらパンクしてるよみたいなって言ってくれてて、ですぐ止めてな、路肩にで見たらパンクしてて、そうやね。でそこで JAF 呼んでタイヤを交換したり、スペアタイヤに変えてもらって、そのままその足で豊岡のオートバックスに行って新しいタイヤに交換した。そういう事件があって、ちょっと昼からになってしまった。でっかいカニがいる。稲葉いい感じやな。城崎温泉は山陰に。うまいな、山陰内。なんか山陰国立公園って書いてたもんな、この近くの公園。山陰といえばもう鳥取島根のイメージやけど、
豊岡もギリギリ山陰なんかも知らん。範囲扱いやった。見えてきました。あれが地蔵湯。はい。でここがまあもう城崎っぽいな。柳の川。城崎っぽい。な。とりあえずお風呂入ろっか。はい。さっきのゆめぱはこうスマホとかで混雑状況とか、今日の休みとかも見れんねんな。すごいハイテクです。まあ、今日は平日やからあんまりあれやけど、休日とかな混んでる時はこれで確認。地蔵湯。この湯の宣言から地蔵尊が出たのでこの名がありやって、では行ってきます。こちらで夢パを購入します。と休みが柳湯とおそのりがおのりは工事で買いました。はい、1日入浴券、1日入り放題。はい、このマップももらえました。うまいな、分かりやすいマップもらえた。すごい、この QR コードかざすだけでいい。そうやね。これでだから連携してんねんな。把握してるんや。行ってきます。地蔵湯上がって一回車を出して、別の駐車場に持ってきました。真ん中の方の温泉街の、温泉街は多分端から端まで歩いたら結構遠いな。結構遠い。15分はかかるな。多分。今車でパーって来てもちょっとあるなと思ったから、こう1時間無料になるからな。一回出してこう違う駐車場止めてもいいかもしれない。めんどくさいけど、まあそしたら一応無料で駐車場はしごできる。暑い。地蔵湯はなんかもう銭湯って感じやったな。大きいお風呂がバーンと真ん中に1個あって、そうそう、周りに洗い場がある感じやったな。もうほぼそれのみみたいな。一応なんかちょっと深かったからなんか子供用みたいなちっちゃいお風呂は端っこにあったけど、1個だけバーンってある感じの、ほぼほぼ銭湯に近い感じの温泉でした。はい。お湯は結構熱かったな。熱かったからあんま入られへんかった。入られへんかった。柳が綺麗です。すごい綺麗。向こう側から今来てんな。ずっとまっすぐ。あっち行ったらロープウェイの方な。そう、こっち行ったらロープウェイがあって後でちょっと登ろうと思います。ちょうどここが温泉街の真ん中ぐらい。でそこに見えてるのが一の湯っていうお風呂です。洞窟風呂って書いてるな。多分昔入ったことあるわ。入ったことあると思う。とりあえず暑いけど次はここに入ろう。ここにもうすぐ入ろうと思います。一の湯。もともとこの一の湯っていうのは荒湯っていう名前やったらしい。でも天下一の湯と称賛されたことがあるから、その一を取って一の湯になったらしい。荒湯から一の湯になったね。天下一の一らしいですわ。だからすごいんやちょっと建物もな個性的というか歌舞伎座を思わせる建物って書いてたけど、よし行ってきます。上がりました。上がりました。暑い。暑い。半露天風呂みたいなのがあって、そこが洞窟風呂だってたな。あれ同じ洞窟やな、男女で。真ん中で区切られてたけど。トンネルみたいな、結構大きめの洞窟で男女が真ん中で仕切られてた。一応な内湯もあったけど、もう洞窟しか入ってへんわ。同じく暑かったから。内湯はまあ泉質は多分な同じ感じやな、全部。けどなんか結構温度が高いな。高い。夏目やわ。内湯が特に。内湯暑かった。暑い。これはだからほんまはやっぱり冬に来るのが一番。冬がいい。ちょっと暑い季節は湯巡りめっちゃ大変。なんか夜とかやったらいいかもな、涼しくなってくる。長く入ってられへんわ。一の湯を出て、再度車ごと移動しました。結構遠いな。車でも割と普通に遠かった。でそこに見えてるのが河野湯っていう温泉なんですけど、今工事中でずっと閉まってる。今からちょっとロープウェイに乗りたいと思います。なんか山の上にお寺があるんかな。最初ここに止めてこう行って、この辺のさっき駐車場を止めて、次ここまで来ました。端っこまで。端から端までやったら歩いたら2、30分ぐらいかかりそうやな。かかるかもな。まあ 1.6 キロや、全部足したら。里の湯から河野湯まで1キロ15分としてもやっぱ2、30分ぐらい。2、30分かかるかも、端から端まで。で今からこのロープウェイに乗って温泉寺っていう温泉寺ここに行ってみたいと思います。なんか上にカフェがあるらしくて、ちょっと休憩しようかなと思ってます。ここがロープウェイ。
なんかロープウェイのとこにも駐車場あんねんけど、そうここはなんか2時間700円やからそうやね。結構高いよね。べらぼうに高い目の前に町営あるからそっちの方がべらぼうに高い多分使っても関係ないんやと思う。なあ。ロープウェイ乗っても乗らんでも700円。不思議や。ここから乗るみたいです。笛あるということははい登れるんかな、乗れるんじゃない？なんか今おばあちゃんがチャリおばあちゃんチャリで行ったなこっち登れるんかもしらん。登れるんや。どれぐらいなんやろ高さ。あそこに地図あるわ。見てみようか。温泉寺駅っていうのが真ん中にあって、その上に山頂駅っていうのがあるみたい。同じとこにあると思ってた。普通にこの温泉寺あるとこが山頂かと思ったらちゃうんや。途中に温泉寺があって本堂があって上に展望台と、ここにカフェがあるやな。前やな、山頂やな。だから値段もちゃうわ。910円や。 910円。なんやこの4分の3コースっていうのは。帰りは途中から歩くんや。温泉寺からはいはい下まで歩くコース。まあ、せっかくなんで山頂に山頂行こう行こうか。20分ごとにロープウェイあるみたい。と10分後ぐらい。行ってみようか。チケットゲット。はい。こんな感じ。乗ります。カニ号、カニロープウェイ。はい。いらっしゃいませ。ここですれ違う。てか全然降りひんねやみんな。みんな山頂に行った。我々だけです。みんな参拝せえへん。立派なお寺ではあります。なすごい。この木造11面観音立像っていうのとうん。木造千手観音立像っていうのがあって、あ、その2つ14。が14分型いる。中拝観しようか。うん、 300円いるみたいやけど。な温泉寺はい、拝観してきました。拝観してきました。300円払ってうん中に入るんですけど、説明してくれたな。そうそうそう。中の本堂の説明とかしてくださって。結構詳しくなそうそう。説明してくださったから、もうそれだけで10分15分ぐらい。あったあった。千手観音像は拝めたね。うん。11面観音様はが秘仏やった。うんだから逗子の中にいらっしゃったんやけど、なんか33年ごとにご開帳して、ご開うん、2メーター2メーターあるって言ってメートルとそれがもうめっちゃでかくない出てくるっておっしゃってて、すごい。 3年間かうん33年に1回3年間出てくる時がある。そうそうそう。すごかった。でもすご中もかった。こっちのな、こっから入ったんですけど、あっち側の建物も行けて、うん。ご本尊がだからあっちに、あっちにいらっしゃったな。うん、すごい300円で説明付きでよかった。なんか思ってたよりめちゃくちゃな説明詳しくしてくださってよかった。あ、来た。出発した。おお、来た来た。次は赤いのに乗ってほんまやな頂上に行きます。なんかお寺しかないからさ、20分待たなあかんわと思ってたけど、意外にすめっちゃぐやった。ちょっと時間足りひ足りひんんぐらいやな。来た来た。近づいたら音が鳴り出しました。来ました。山頂まで。着きました山頂。ここにカフェがあるから入ります。買いました。アイスコーヒーとソフトクリーム。おー、テラス席です。上から見れる。美味しい。なんか玄米岩になって書いてなかった。玄米入ってんかな。玄米かわからんけど美味しい。うん。美味しい。玄米かわからんけど。めっちゃ溶けてる。ソフトクリームを急いで食べて。急いで展望台に。これなんか20分ってせわしい。そうやね。まあでも次また20分って思うと。そう、結構中途半端やからね。もう次のやつ乗ろうということで急ぎます。
上から見たらこんな感じで温泉街一望できるな。もうこの三面を山に囲まれてる。すごい。山の中に街並みがあるって感じ。あっち側海やな。内側がもう日本海やった。うん。で川が流れてるんや、あそこに大きな。で温泉があると。上から見たら分かりやすい。帰ってきました。できました。三陸駅。はい。あそこに元湯。なんか元湯があるそうです。ちょっと見に行きます。ちょうどロープウェイ降りてすぐやな。これが源泉。源泉元湯。81度やって。え？なんか暑いんややっぱ。暑いんか。うわ、熱湯や。もうすごいや、めっちゃ湧いてる。なあ。これが元湯。面白いな。初めてのタイプ。こんな元湯は。石タイプの元湯。すごい温泉の香りするな。ロープウェイから多分徒歩3分ぐらい。次マンダラ湯。本日3度目のお風呂です。これもなんか大衆浴場みたいな感じかな。上がりました。上がりました。ここもお湯熱かった。暑かった。どこもなんか結構同じぐらいの、42度2度ぐらいあるぐな。らいやな。熱め。ここは内湯が一つあるのと、なんか外に露天やけどなんか一人ぐらいしか入られへん。桶の湯みたいなが2つあってこじんまりしたところでした。はい。暑い。暑いね。これで3つ入ったから残りは1つ。1つか。もうすごいや、3つも入ったで1日で巡ってるわ。でも最大7つ入れるから、ね、そうやな。土日に来たら全部入れんかな。なんか平日は順番になどっか1個ずつどっかしら休みみたいな感じやけど、土日は全部空いてる。今日は残念ながら空いてないんやけど、この目の前にあるのが御所の湯というところ。すごいな。なんか露天風呂やったかな、ここは。すごいお寺みたい。残念ながら休みや。はい。かっこよくない？でもなんかかっこいい。御所の湯という名前もかっこいいし。もう一つ、今日お休みやけど。はい。柳湯。ここも閉まってる。ここなんか前にほんまに柳の木が立ってて、風情ある感じ。いい感じやな。ちょうどこの川の目の前やし、御所の湯といい柳湯といい雰囲気のある温泉がお休み残念。最後お風呂入る前にちょっと早いんですが、夕方5時前ご飯食べて帰ります。夕食にしたいと思います。大黒屋さん、カニ寿司、カニの料理が食べれるお店です。今はな、夏やから、カニは取れへん。取ったらあかんのかな。どうなんやろ、旬ではないかけど食べれるみたいな。なんか握りとかチラシとかあるわ。美味しそう。4時半ぐらいなんやけど、このお店5時までやからもう入らなあかんねんな。めっちゃ早いわ。食べます。渋そうな店。見ました。メニューはなんかカニ料理いっぱいあったな。全部カニ。全部カニ。カニ握り、カニチラシ、あとカニ丼、カニそば。お得なカニカニセットっていうのもあった。チラシとカニそばを頼んでシェアします。5時までで4時40分今。誰もおらん。来ました。カニが乗ったお蕎麦です。その名の通り。すごい。でもカニ乗ったそばとか食べたことない。食べたことない。美味しい。お出汁美味しい。うまい。美味しい。霞ガニっていうカニかな、種類的にな。美味しい。お蕎麦はお蕎麦。カニ。美味しい。カニや。カニそばや。来ました。これがカニチラシ。カニチラシ。美味しそう。カニたっぷり。
うん。どう？うまい。カニチラシや。カニチラシらしい。美味しい。なんかお弁当にもしてくれんねんな。うんだから電車乗る前とかに注文してもいいかもしれん。うん。帰りとかな。美味しい。うん。カニチラシや。うん。美味しい。うん。ちょっと雨が降ってきた。な。カニ美味しかったです。はい。そして最後のお風呂。里の湯。はい。これはもう駅のそうやな。すぐ隣にある。駅がそこで。これお風呂やったんや。最後ここに入って湯巡り終了。はい。なんか綺麗やな。一番新しいんかなここが。あ、うん。なんか一番新しくできたって書いてた。うん。他のところは700円やけど、ほんまや。ここだけ800円やねな、1回利用。高いんや。でも夜9時まで入れるんや。うん。うん。できます。できます。里の湯。里の湯上がりました。はい。これにて湯巡り終了。はい。里の湯はなんかサウナとかもあったな。うん。なんか広かった。うん。なんか2階と3階がお風呂になってて、うん。 2階は内湯がなんか3つぐらいうん浴槽分かれてて、うん3階に露天風呂とサウナがありました。うん。なんか蒸し風呂とかもあったで。うん42度ぐらいの。うんうん。なんかバリエーション。多かったな。足湯も外にあったしな。うん。疲れたな。4つ入って。 4つ入って疲れこれ1日で7つ巡るの結構きついかもな、きつい。最初空いてたらこう7つ巡ろうかと思ってたけど結構無理や。結構しんどいよな。まあ、散策せずにこう温泉だけ巡っていけばいけるかもしれない。あー確かにロープウェイとか乗らずにそうそう。もうジャボンと作るだけやったらいけるかもな。うん。まあ、今回な五所の湯と柳湯うん入れへんかって、まあ、ちょっとあそこな雰囲気良さそうやったからちょっと残念やってんけど、まあ、またいつか泊まった時にな。そうやな、うんまあできればなカニのシーズンがいいかな。うん。冬やな。うんうんやっぱここも温泉街結構広いから、旅館を抑えて泊まって、まあ、浴衣着て、うんこの温泉街を散策するっていうのが一番いいわ。うんいい気がする、うん。まあ、てか温泉はそうやな。そうやって楽しむのが一番いい。基本はなゆっくり泊まってちょっと外湯を楽しんでみたいなのうんうんうんが一番理想よな。うん。まあ、結構この外湯は、かけ流しというよりかはもう加水とかな、加温してるとこも多かったうんから、うんちょっと薄い部分もあるかもしれん。うんからまあ、この雰囲気をな、楽しむっていうのがいい。まあちょっと今日はもう夜までおらへんねんけど、夜とかもな、うんうん温泉空いてるし、光とか多分、柳のとことか綺麗やし、やっぱ夜まで楽しむのが、本当はいいと思います。はい。でも久しぶりに来れて楽しかった。うん。やっぱいいとこやな、城崎。なんかもしかしたらな、朝そのパンクした時は、もう城崎温泉に行かずに、そうやね。あれ、もしかして旅終了そうそうそうと思ったけど、このままな、もう終わらざるを得ないのかもしれないと思ったけど、なんとかタイヤ交換できて、そう、近くにな、タイヤあったからよかったな。そうそうそう。無事に乗り越えて、やってくれてよかったわ。危ない危ない。危ない。ということで、はい。まあ、兵庫県も短いんですけども、この城崎で終わりです。はい。そして、ラストやな。いよいよ、次でラストぐらい。次最後の件ですね。最後、どこが残ってるんでしょうか。覚えてますでしょうか。次の動画でご覧ください。はい。それでは、はい。ご視聴ありがとうありがとうございましございました。た。バイバイ。バイバイ。